こんにちは。今日はカルディの時短で美味しく万能調味料特集。絶対に買うべき調味料18選とレシピをご紹介していきます。これもう知ってる方多いんじゃないでしょうか。万能ウニソース。かけるだけの甘めのソースなのでお肉と相性がよくってとっても美味しい。後ほどこれを使ったレシピご紹介します。オーネのフォンドボーとブイヨン。スープに出すことで美味しいコクを煮込まずに短時間で出せるので、時間がない方にとってもおすすめです。ハヤシライスやハッシュドビーフに入れるとホテルのような味わいで5つのパックが入っています。これも後でレシピをご紹介します。自分の味付けに飽きた方はぜひ。同じシリーズで野菜ブイヨンも簡単に美味しく仕上がります。野菜スープやロールキャベツなどにも合いそうです。無印とかいろんなメーカーの塩麹がある中でも、モヘジの塩麹はさらっとしたタイプの塩麹です。万能調味料でお肉やお魚を柔らかくしてくれるので、下味冷凍などにもとっても役立ちます。これも後ほどレシピをご紹介していきます。ガーリックソルトは容器がおしゃれなミル付きで、詰め替えが面倒なズボラさんに重宝します。ついでにガーリックが大好きでニンニク料理を手軽に取り入れたい方におすすめです。香りも良くてお肉にかけるだけで下処理と風味がぐんと上がります。ケチャップ料理ってなかなか多いと思うんですけど、ナポリタンが大さじ1入れるだけで専門店のような味に変わります。レシピ紹介は後ほどしていきます。梅しそ好きな方は重宝する梅しそタレ。私も息子も大好きで、野菜炒めやドレッシングに使ったりしてリピートしています。調味料のマンネリにちょうどいいです。粉チーズは何でもいい派だったんですけど、店頭に書かれているポップがとっても美味しそうだったので買ってみたら、香りがすごくいい。揚げ物するときにパン粉に混ぜて揚げるととっても美味しかったです。カルディの定番のトマト缶も一緒に購入しました。パスタが大好きなので今度下味冷凍にも使用してみます。とっても美味しいですよ。ずっと気になっていた食べるナッツ、これめっちゃハマります。ナッツがそんなに料理と合うって思っていたんですけど、合うんです。香りから香ばしくて、とりあえずそのまま食べても美味しい。レシピ紹介しますが、パンにも合います。これはカルディの店舗に置いてある在庫がもともと少なくって3軒はしごしてようやく入手しました。玉ねぎやマスタード、ニンニクが効いたとろみのあるドレッシングで、しゃぶしゃぶにもサラダにも、あと鶏のささみの料理に活躍してくれます。冷ややっこにもいいです。ちょっとスープを手軽に取りたい時って野菜を切ったり煮込んだりすると思うんですけど、その手間を省いてくれる野菜のソースです。玉ねぎやピーマン、セロリ、人参などいろんな野菜が凝縮されているので、手軽にスープを作ることができます。ハンバーグなどにもそのままかけても使えるそうなので、後で使ったレシピをご紹介します。万能ウニソースは1本あると重宝します。家にこれといったおかずがないとき、パスタをうちではよく作るんですが、何にかけても美味しく仕上がります。冷凍むきエビと玉ねぎの和風パスタにしようと思って、フライパンでさっと炒めて、あれこれ調味料を入れる必要がなく1本で出来上がるので、今後ストックを置いておこうと思う調味料になりました。今回はパスタは冷凍の余り物で、適当になんとなくで作ってるんですけど、味がしっかりで美味しい。さっと炒めてパスタと絡めるだけ。お肉に合うって書いているんですけど、エビとか魚介類にも美味しいです。パスタ汁で薄まるのでちょっと醤油をかけて、あとはパスタと混ぜる。今回は冷凍ストックでローストビーフがあったので、ローストビーフも豪華に追加しました。子供も喜んで食べていました。お店の味がする調味料、ウニやイクラとかを入れても美味しいです。今回はエビとローストビーフパスタの完成です。めっちゃ美味しかったです。
カルディの3品の調味料を合わせて使用したハッシュドビーフのレシピです。時短できるのにホテルのハッシュドビーフのような味ができます。ガーリックソルトはお肉の下味に炒めるとこれだけでいい匂いです。牛肉から出た油で玉ねぎをそのまま強火で炒めます。時短で水を入れながらしんなりさせる。野菜の旨味を閉じ込めるんですけど、少し入れると香りが美味しい。大さじ1入れるだけで野菜の出汁が出るので、スープを作る時にも重宝すると思います。玉ねぎの色味がついてきたので牛肉を入れて、あとはトマトジュースを入れます。トマトジュースはカゴメのトマトジュースです。ここでフォンドボーを入れるとホテルのような味付けに。まろやかさを出すのに牛乳とバター 10g ほど、お砂糖小さじ1入れると酸味がちょうどよくなります。ルーを溶かし入れて、お水を 200ml 入れたら混ぜ合わせて、弱火で5分ほどで完成です。これも美味しかったです。野菜スープを作りたいとき、野菜を切るのがとっても面倒で敬遠してしまうんですけど、これがあれば面倒がなくなります。あっという間にスープができちゃいます。一つでも十分なんですが、せっかくなので贅沢に2品入れていきます。あとはコンソメを小さじ1入れて、お水 600ml とバター 10g ほど。圧力鍋でほったらかし調理が完成です。スープの美味しい季節になったので、ぜひ一度お試しください。食べるナッツソース、すでに知っている方が多いと思いますが、これむちゃくちゃ美味しいです。野菜スティックや餃子の皮、パンにのせて食べたり、お酒のつまみにもとっても合います。息子にポテサラをナッツソースで出したら、ザクザク感とナッツの風味が癖になる美味しさ。塩を振って簡単にポテサラが出来上がります。サラダと付け合わせて我が家はいただきます。ハッシュドビーフとポテサラとタコの酢物でいただきました。この黒トリュフ、ずっと気になっていたので早速使っていきたいと思います。今回はナポリタンをレストランの味をイメージして作っていきます。といっても材料はいつも通りで、ウインナーに玉ねぎとピーマン、さっと炒めていきます。コンソメとお水、ある程度火が通ったらケチャップを大さじ3入れたら、大さじ1ぐらいの黒トリュフケチャップを追加する。バターと牛乳、茹で汁を 1,2 玉分追加して、あとはパスタと炒めながら絡めます。麺は 2,3 分早く揚げてから炒めるとちょうどいい硬さになります。粉チーズをかけたら完成です。自分で言うのもなんなんですが、ホテルの味がしました。美味しかったです。実は恥ずかしながら塩麹ってあんまり使ったことがなかったんですが、カルディの塩麹を使って調理したところ、万能調味料と言われる理由が分かったのでご紹介します。お肉やお魚になじませると柔らかく旨味が増します。軽く揉み込んでから調理。まずはこれはせせりなんですが、軽く炒めてごぼうと野菜を合わせて、地元の郷土料理に近い筑前煮を作ります。お野菜は余りなのでお好みでこんにゃくとかレンコンなどを入れても OK です。火が通りにくい野菜から順に入れて、人参、玉ねぎ、あと長ネギも入れちゃいます。馴染んだらお水とだしとお酒、みりんまで入れます。これで一旦落とし蓋を入れて少し煮込みましょう。
最後の味付けは醤油とお砂糖、これで完成です。続いてはシイラ、これを調理していきます。同じく揉み込んで焼くだけ。でも美味しかったのですが、少し味付けします。臭み取りに片栗粉をまぶして焼きます。焼き色がついたら裏返して、ある程度火が通った状態になったらお酒を軽く足して、最後に醤油とバターで軽く味付け。表面の焼き色が変わったら完成です。ついでですが、卵焼きも作りました。お魚の煮物もお肉も柔らかくてとっても美味しかったです。サバの水菜は3つのゴロッとしたサバが入っていて癖がなくとっても美味しい。チャーハンやお味噌汁に混ぜても合います。みずみずしくて家にストックを置いておきたくなる美味しさです。大根おろしがあったらなぁと思いながら、もうそのまま醤油をかけて食べましたが、ご飯2杯ペロッと完食してしまいました。美味しかったです。この牛タンラー油は正直に言うところ、ご飯にかけて食べると美味しいですが、お酒のおつまみとかお豆腐と合わせて麻婆豆腐みたいな丼にした方がおすすめでした。アップルパイバターはパンやパイ生地、クラッカーなどで食べると美味しいです。クリームチーズともとっても相性が良く、ワインとも。このクラッカーとクリームチーズもカルディで購入。スープに割って入れたりしても美味しいです。ウニバターは初めて購入したんですけど、ご飯にもパンに合うって書いてあったんですが、おすすめはパスタです。香りがウニ感があって濃厚なウニ味です。パンとご飯にかけてみましたが、私はパンの方が好きでした。興味がある方はぜひ。最後はカレーパン。カレーパン生地のサクサクっとした食感も不思議と入っていて、本当にカレーパンの味がします。このシリーズはコーヒークリームをよく買うんですが、これは息子もめちゃくちゃお気に入りでリピート確定です。カルディおすすめ調味料とレシピをご紹介してきました。これから12月に向けてクリスマスやお正月、イベントが盛りだくさんなので、手軽に手抜きや時短ができる調味料があると家事が楽になるので、ぜひお試ししてみてください。我が家は子供が風邪のラッシュなので、忙しさで徐々に私自身ちょっと弱りつつあり、投稿頻度が少なくなってしまいましたが、来週は下味冷凍レシピをやります。皆さんもお体にご自愛ください。来週もお会いできますように。ご視聴ありがとうございました。